皆様こんにちは。インゲングルメ旅、インゲンです。今回は私の大好きな函館。何回も来ているのですが、特に大沼公園を中心に、その魅力をお届けしたいと思います。夜到着し、レンタカーを借りて、本日の宿泊先、函館大沼プリンスホテルへ。森の中にある瀟洒なホテルです。こちらは温泉と眺めが最高なんです。空港からもそれほど遠くなく、約40分ほど車を走らせれば、一気に北海道気分が味わえます。朝市を楽しみたいなら、駅近のセンチュリーマリーナ函館の動画もございます。今回は、北海道の大自然を楽しみたかったので、大沼までやってまいりました。部屋の内装はこのようになっています。今回もトリプルユース。コーヒーメーカーもアメニティもセットされており、ソファー周り高級な雰囲気です。なんといっても、部屋からの眺めが素晴らしいのですが、それは翌朝というわけで、翌朝の眺めはこちら。目の前に駒ヶ岳。右下に見える池。実はあちらは、婦人の森の湯。露天風呂正面から見える景色です。これが素晴らしいのですよ。目の前に広がる自然と開放感のある景色。露天風呂に入ってきた方が皆さん、うわー、すごいいいお風呂。そのようにおっしゃるお風呂でした。窓からは実をつけた木々が見られます。何の実なのかわかる方はぜひお知らせください。駒ヶ岳は活火山。最初は富士山のような滑らかな形をしていたそうですが、噴火によってこのような鋭利な形になったのだとか。6月からは登山も開始できます。森の中にありますが、ホテルには自動販売機もあります。ガラナがあるのがさすが北海道ですね。ホテル内にはブティックもあり、買い物には困りません。綺麗で広くて眺めも良い。北海道の自然を味わいたくてゆっくり過ごされるのなら、大沼までいらっしゃることをお勧めします。春夏秋冬、いろいろな姿を見せる大沼の写真パネルも飾ってあります。レンタサイクルの貸し出しもありますよ。早朝は朝市も出ていました。ホテルの敷地内は広く、ホテルの周りを一周お散歩するだけでもとっても気持ちがいいです。木漏れ日の中、新緑の季節、すがすがしい空気はとても美味しく、森林浴でリフレッシュできますよ。ホテル内はお散歩コースも整備されています。スタンプラリーのようなものも開催されているようでした。ホテルに頼むとピクニックセットやコーヒーもオーダーできるようです。延泊してホテルでゆっくり過ごす、そんな客層だったような気がします。朝ごはんの前にお腹を空かせるのにとてもいい散歩コース。少し歩くと広々とした広場のようなところにやってきました。こちらはホテルで開催されているセグウェイで楽しめるコースのようです。伺った日は雲一つない青空。とにかく景色が雄大で広い。空港から近く便利。雄大な北海道の自然を味わうのなら、函館から大沼公園まで足を伸ばしてみるのもいかがでしょうか。十分お散歩をしてお腹が空きましたので、ホテルへと戻ります。ホテルは横に長く、どのお部屋も眺めは素晴らしいですよ。本をお借りしてゆっくりくつろぐのもいいですね。新聞を読みながらパネルを眺めてどこに行こうかなと考える時間も楽しいです。こちらはディナーの会場ですね。奥に茂った森に囲まれてお茶ができますね。コンビニエンスストアもホテル内にあります。お土産を何を買おうか迷ってしまいますね。以前ジャガポックルは手に入らなくて有名でしたよね。芋餅もとっても美味しそう。インカの目覚めもとっても美味しかったです。ドリンク類も豊富にありました。山川牧場のアイスクリーム、実は楽しみにしていたんです。後ほどご紹介します。シマエナガもとっても可愛いです。味噌パンってどういうお味がするんでしょう。楽しみですね。値段と種類はこのような感じです。それでは早速朝食会場へと参りましょう。みすずコーヒーも朝食でいただけるようです。
朝食会場は3階の眺めのいいホールにて。いかがですか？駒ヶ岳も下の池も眺められるベストポジション。窓際の席は大人気で、7時からの第1陣は埋まってしまうことが多いので、8時からになさると、タイミングが良ければ窓際に座れるかもしれません。山川牧場さんの人気の牛乳が小瓶サイズで置いてありました。北海道といえばソフトカツ源、濃厚な乳飲料です。洋食を召し上がりたい方はパンも豊富。マフィンはちょっと温めるととても美味しかったです。朝食はビュッフェ。北海道といえばポテトと、そしてラム。北海道産ポテトのコロッケにマッシュポテト、イカシューマイにかぼちゃ、酒粕ハスカップぜんざいもとても美味しかったです。イカの山椒漬け、松前漬けももちろんとても美味しいです。イカそうめんも人気がありました。さすが地元ですね。イクラも小分けでサービスされます。北海道のものってどれも本当に美味しいですよね。こちらの売りはその場で握ってくださるおにぎりコーナー。お米も美味しく、塩の塩梅もちょうどいいです。私は筋子の醤油漬けを選びました。取るのはあまり上手ではないのですが、このように取ってまいりました。おにぎりとインカの目覚めのポテトスープ、山川牧場の牛乳や味見でカツ源。北海道産のじゃがいもを使ったお料理はどれも美味しかったです。海鮮というより山の幸をメインにした感じでしょうか。手作りのお豆腐もありました。サラダ類も豊富で、普段の野菜不足を一気に解消できます。豆類やトッピングも豊富でした。果物もしっかりとって、地元の名産品もしっかりといただきます。地元のヨーグルトやミスズコーヒーさんのコーヒーゼリーなど、主菜でお腹がいっぱいになってしまったので、デザート関係はやや小盛りで、リンゴのキーマカレーも美味しかったです。2回目に山わさびのおにぎりもいただきました。これもとても美味しかったです。もう食べきれないほど。そして何より朝食会場から眺めるこの景色が最高なんですよ。食後にミスズコーヒーさんが用意されているのも嬉しいですね。函館工場で焙煎したコーヒーは本当に美味しかったです。ちょっと甘めのデニッシュをつけて。朝食会場自体はこんな感じです。広々としています。窓際が取れなくても十分。広い窓から景色が眺められるのでご安心くださいね。マフィンをいただいたら持ち帰り用の紙コップにコーヒーを入れていただいて、お部屋でゆっくりコーヒータイムを楽しむことといたします。胃袋が3つあったらいいのに、名残惜しい思いをしながら朝食会場を後にします。ホテルは広く、あちこちに景色を眺められる休憩所があります。お部屋に戻り、チェックアウトまで温泉とこの景色を眺めて楽しむことといたしましょう。私のプランはチェックアウトはなんと12時でした。ゆっくり過ごした後、大沼公園駅へ。函館プリンスホテルからは無料の送迎バスもあります。レンタカーの方は駅前の駐車場に無料で止めることができます。顔抜き看板で記念撮影を。無料の休憩所もあり、ゆっくり過ごすことができます。地のものの販売もされていました。道の駅も兼ねているようですね。どれを買っても外れなく美味しいので迷ってしまいますね。大沼公園周辺の見どころ。まずは白鯛牧場へと向かいます。こちら、山の中腹にある展望台です。そこから眺める景色は函館を一望にできます。函館山、そして五稜郭タワー、奥は津軽半島です。上の建物が白鯛牧場の展望台です。手前の無料の駐車場に止めて景色を眺めた後、こちらに寄られるのもいいですね。とにかく空も広いですね。さすが北海道。こちらお手洗いも自動販売機もあります。椅子もありますので、ちょっとした休憩にもとっても便利ですよ。眺めと景色も素晴らしいです。北海道の雄大さをまさに味わえるのではないでしょうか。中の様子を見てみましょう。
中の休憩所はこのようになっています。パンフレットや地図もありますよ。もう一度五稜郭タワーを探してみますね。緑のこんもりとしたところ、その右あたりに小さな白いタワーがあるのですが、ご覧になれますでしょうか。牛さんたちに挨拶をすると、こちらを振り向いてくれました。ぜひ挨拶をしてみてあげてください。下山しまして、ミルクロードを走ってみました。チーズやアイスクリームを販売しているお土産物屋さんなども並んでいます。この辺りの牧場の方がそのままお店を出していらっしゃいます。フレッシュなチーズなどもとても美味しかったですよ。赤ワインレーズンなんてどういう風味なんでしょう。大沼公園駅にほど近い場所に山川牧場があります。こちらを訪れるのを楽しみにしていました。ソフトクリームのオブジェがあってとても可愛い店内です。どれも400円から500円ほど。シェイクやメロンクリームソーダなどもあります。カレーやハンバーグ弁当はテイクアウトもできます。大沼公園でピクニックにもちょうどいいですね。ハンバーグやカレーは冷凍食品として持ち帰ることも可能です。ヨーグルトも一味違います。一番人気バニラソフトクリーム。これが絶品なんですよ。ぜひ寄る機会があったら召し上がってください。美味しくてラムレーズンもおかわりしてしまいました。こちらはカップでいただきます。お手洗いの前の牛さんのぬいぐるみもとても可愛かったです。では大沼の周りを一周ドライブすることといたしましょう。途中車を止めて眺めた景色はこのようになっています。一周自転車で回ることも可能です。以前回った時は1時間ちょっとで回ることができたと思います。今回は車ですのでそれほど時間はかかりませんでした。歩くのは大変ですが、ジョギングしていらっしゃる方もいましたよ。沼ですが水もきれいでした。水面から見る景色はこのようになっています。張り出した木も美しい景観ですね。噴火の際に建てられた神社に旅の安全祈願をいたします。抜けるような青空と新緑をもう一度。続いて大沼公園にあるキャンプ場、東大沼キャンプ場へ。屋外でも風が通り抜けるので涼しかったです。沼には船も泳いでいました。7月になるとハスの花も満開になるそうです。楽しみですね。こんな景色を眺めながらアウトドアを楽しむ。地元の方たちはバーベキューセットを持ち寄り楽しんでいらっしゃいました。テントも張られて羨ましいですね。木陰も探さなくてもいっぱいあります。日に焼ける心配もそれほどありません。お手洗いもすぐそばにあり、炊事場もあります。お水は冷や切っていてとても美味しかったです。お伺いしたところ、このキャンプ場は無料でした。隣の駐車場も車は無料で止められます。地元の人に愛されている憩いの場です。では再び大沼を一周するといたします。駐輪場に自転車を止めることもできます。あちこちにビューポイントがありますよ。沼のほとりに立てば、はい、駒ヶ岳です。どこから眺めても絵になる光景ですね。周遊道路のご案内とビューポイントはこのようになっています。キロ数と時間の目安はこちらです。時間が合えば遊覧船を楽しむこともできますよ。真ん中に見えるのは登山道です。私は登山も趣味なので、夏の間に一度登りたいですね。大沼公園のビューポイントの中でも私がおすすめなのはこちら。木道のポイントがあるんです。それほど長いものでもありませんので気軽に立ち寄ることができます。両側は生い茂った草花と木々、その中を通って沼のそばへと出ることができます。ちょっとした冒険、アドベンチャー気分が味わえます。この花は何の花かなとか思いを馳せながら、ゆったりと木道を踏みしめるのもいいですね。全体の様子はこのようになっています。しばらく実際に歩いたような気分になって、この光景をご覧ください。散策気分をどうぞ。そういえばドライブ中に鹿に会いました。
車にびっくりして逃げていったのでぶつからないで済みました。いかがですか？足を踏み外されませんように。あと少しです。森を通り抜けると一気に視界が開けます。木道はこちらで終了。木々が成長していて、あれ、視界が開けないなと思った方、ご安心ください。左にちょっと視線を落とすと、こちらに道があるんですよ。この木の階段で下に降りてみましょう。この道を歩いて右を見ると、はい、この素晴らしい光景が広がっています。木道を頑張って歩いたご褒美の光景です。帰りも野の花を眺めながら、同じ木道を歩いて帰ってまいります。実をつけていた木々、これは何という名前でしょう。冬は雪に覆われてしまうからこそ、この貴重な光景、短い夏に見られる素晴らしい光景をぜひ楽しんでください。大沼公園の周囲でゆっくり一日を過ごす、そういう楽しみ方ができます。目的によって様々な楽しみ方ができる、それが函館。五稜郭やマシュマロなど観光地を楽しみたいのなら、函館市内の駅近くにホテルを取るのもありですね。それらの模様の動画も概要欄に貼っておきますね。そして楽しみにしていたミスタードーナツ。函館のミスタードーナツはとてもお安いんです。ベーカリーキングベイクさんが小麦粉をおろしているおかげでこの安さをフランチャイズでも実現しているのだとか。そして函館といったらお寿司を忘れてはいけませんよね。勘太郎寿司宇賀浦本店さんにやってまいりました。津軽海峡を眺めながら新鮮なお寿司に舌鼓。エビの頭を大量に入れただしのおつゆ。これが私は大好きなんです。イカの天ぷらも美味しかったですよ。函館駅前にはいくつか駐車場になりますが、私は30分以内無料のところに止めました。こちらでお土産物をしっかりと購入したいと思います。大人気なのは、イカを圧縮した1枚のイカ焼き。行列でした。丸ごといただけます。キングベイクさんのパンはお安く、どれもとても美味しかったです。いくつか買って帰りました。ミスタードーナツとは別に、北海道産の小麦って美味しいですよね。マフィンもサンドイッチもバゲットサンドも具沢山で大きくてびっくりです。今回残念だったのは、トラピスチヌのクッキーが空港も駅も取り扱いがなくなっていたことです。いつかまた食べたいな。お土産は函館のミスタードーナツで購入したドーナツ10個買っても1000円程度です。キングベイクさんのプルドポークのサンドイッチも美味しかったです。こちら大きいんですよ。さて皆様、今回もお楽しみいただけましたでしょうか。いろんな観光地、グルメ情報を行く前に聞き流すだけでわかるような解説を心がけています。銀座、日本橋、築地などのグルメ動画、また、波照間島、石垣島、そして北海道、観光地やグルメ、ホテル宿泊機の解説動画もございます。少しでも参考になれば嬉しいです。よければチャンネル登録、いいねいただけますと嬉しいです。函館大沼プリンスホテルのアクティビティの料金、レンタカーを借りられない方、函館空港または大沼公園駅からの無料送迎バスの時刻表もこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。皆様のご旅行が良いものになりますように。